こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は後期高齢者医療制度について解説をしていきたいと思います。後期高齢者医療制度につきましては、窓口負担割合が以前改正になりまして、1割、2割、3割負担の3区分になっております。そして2025年10月以降、2割負担の方につきましては、一部窓口負担割合が増えるということに解説をしていきたいと思います。この2割負担、なぜ増えるのかといった部分ですね。暫定措置が行われていた関係で、そちらが2025年9月末で終了という形になります。今回の概要ですけれど、まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。日本の医療保険制度、全部で3つ制度が設けられております。今回の解説内容はそのうちの一つであります後期高齢者医療保険制度という形になっております。この制度は高齢者の方が加入をする制度になりますので、その次に高齢者の人口割合について見ていきたいと思います。その上で今回一部の方の窓口負担割合が増加をするかもしれないという後期高齢者医療制度の概要と窓口負担割合について詳しく見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。注意点とまとめの部分に関しましては、やはりですね、段階世代が後期高齢期に突入ということで、企業も見過ごせない事情が出てくるということで、やはり介護離職が増えてくる中で、仕事と介護の両立といったところを考えなければいけない。またですね、全世代が子育ての方の支援もしていかなければいけないということで、子ども子育て支援金制度の創設によって保険料が今後また上がってくるという内容についても解説をしていきます。まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。日本の医療保険制度につきましては、国民皆保険制度というのを採用している。この制度については、誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けられる。そして窓口での支払い額を低く抑えることができるというものになっております。したがってですね、国民皆保険制度になりますので、国民すべてが何かしらの保険制度に加入をするという形になります。日本における保険制度は全部で3つ設けられておりまして、75歳以上の高齢者の方は、後期高齢者医療制度に加入をするという形になっております。そして75歳未満の方につきましては、その内容によって被用者保険と言われるものと国民健康保険、いずれかに加入をするという形です。被用者保険につきましては、サラリーマンの方が加入をして、事業主は保険料の半分を負担をするという制度になっており、この被用者保険を運用しているのは、協会憲法と健保組合、健康保険組合という形になっております。この被用者保険制度につきましては、全体で約7700万人が加入をしているという状況で、以前はですね、健康保険組合の保険料安かったという状況ではありますけれど、昨今のですね、苦しい経営状況を受けて、全体の半分近くが健保組合も赤字になっている。そして保険料率もですね、過去最高を更新をして、協会憲法の保険料率とあまり変わらなくなってきているという状況になっています。また、75歳未満の方、そして自営業の方、被用者保険以外の方につきましては、国民健康保険に加入をするということになっておりまして、こちらの制度に関しましては、2400万人が加入をしているという状況。ただですね、こちらの方は今、国民年金の1号被保険者と合わせて減少傾向にありまして、社会保険の適用拡大という問題があり、徐々にですね、多くの方が被用者保険制度の方に移行をしているという状況になっております。では、日本の高齢者の人口割合について見ていきたいと思いますけれど、75歳以上の人口というのが1980年には366万人で全人口の 3.1% という状況になっていました。それがですね、
2005年には1164万人ということで、全体の 9.1% になっています。そしてですね、ちょうどこの時期、2008年に後期高齢者医療制度というのが作られまして、その時はだいたい人口の 10% ほどが高齢者であった。ただそこから2024年になると2076万人と倍増してきて全体の 16.8% になってきている。いわゆる団塊の世代の方が75歳以上後期高齢期に突入をしたということで2024年問題として取り上げられた記憶があります。そして65歳以上の人口につきましても 29.3% ということで過去最高を更新をしているという状況で、どんどんですね、高齢化社会が進んでいるという状況になっております。そんな中で後期高齢者医療制度ですけれど、こちらは運営主体は後期高齢者医療広域連合というところが運営しておりまして、2008年4月からスタートをしております。この連合はですね、後期高齢者医療制度の円滑な運営のために設立をされて、各都道府県ごとに一つ、設置をされているという状況になっております。そしてこの保険制度に加入をするのは原則として75歳以上の高齢者ということで、加入をした方は、後期高齢者医療制度に加入のうち給付を受けられるという形です。原則は75歳以上ですけれど、一定の障害がある65歳以上の方も加入するケースがあります。そして、この財政なんですけれど、高齢者医療を社会全体で支えるためですね、財政的には後期と現役世代からで、全体の9割を賄っているという状況になっております。この後期高齢者医療制度の課題としてよく挙げられるのが、やはり年々進んでいく高齢化に伴う医療費の増大、そして現役世代が負担をしておりますので、現役世代の負担がどんどん増えていくといったところでですね、非常に課題、解決をしなければいけないという議論がされるという状況になっています。そしてこの後期高齢者医療制度の負担割合ですけれど、従来は1割負担、3割負担ということで、1割は一般の方、そして住民税非課税の方が1割負担という形で、そしてですね、現役世代並みの給与所得がある方、区分はありますけれど3割負担という形で、この2区分で運営をされていたんですが、2022年、令和4年10月からはですね、やはり団塊世代の後期高齢期の突入というのを踏まえて、現役世代の保険料負担増加を回避するために、新たに2割負担という区分を設けました。この2割負担というのは年収200万円以上、課税所得で28万円以上の方が該当してくるという形になっておりますが、当時の全体のですね、20% の方がこの2割負担に該当するということになっております。全体の 20% なのでかなり大きな割合ではあると。そうするとですね、従来は1割負担であった方が2割負担に急に変わるということで、急激な窓口負担というのが懸念されたという状況ではありまして、それを受けまして激変緩和措置として2025年、令和7年の9月30日までに限って外来医療の負担増加額というのを3000円までに抑制をするという措置が取られておりました。これは外来医療負担だけなので、入院の医療費に関しては対象外となっておりますが、一部ですね、負担額を抑えるような抑制措置が取られていた。ただこれがですね、今後はなくなるという形になっているので、今後窓口負担が増えていくという状況になっております。そして最後に注意点とまとめですけれど、団塊世代が後期高齢期に突入をしたことによって、やはり企業にも影響が出てくるということで、やはり従業員も介護が本格化をしてくるということで、今年間介護離職は10万人という形で高止まり推移をしているという状況です。従いまして、いつ介護で離職をするかもわからないという状況になってきましたので、介護と仕事の両立体制の整備というのが非常に急務になっている。またですね、育児介護休業法につきましても2025年改正になりまして、介護に関する義務というのも設けられているので、この改正内容もチェックをしてほしいと思います。そして、高齢者だけではなく少子化部分に関してはですね、やはり
少子化対策として子ども子育て支援金制度というのが2026年4月から創設をされて、全世代が子育てを支援をしていく、保険料負担をするということで、医療保険料負担というのは増加が予想されていますので、やはりですね、最低賃金は上がっていく、それに伴う保険料も増えていくということで、企業経営はますます苦しくなっていく可能性がありますので、やはり人件費の捻出のために、業務の効率化、そして生産性アップを図ってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。